さんこんにちは。今日はアメリカのビザ申請について話していきたいと思います。私が申請したビザは、移民ビザ CR1 ビザと言われているビザとなっていて、アメリカ人と結婚している人が申請することができます。で K1 ビザを申請する人も最初のプロセスとか途中でも出してる書類とかは似たりしてくるので、ぜひそちらの申請を考えている方もどんなものを出すんだっていうのを参考にしていただければと思います。では早速入っていきたいと思います。私の申請したビザのプロセスでは大きく分けて3つのステージがあって、1つ目がUSCIS っていうところのステージ、2つ目が NVC というところのステージで、3つ目が大使館で、この大使館の面接とか何が必要っていうのは以前動画にしているので、そちらをご覧ください。で今日はこの2つのステージプロセスで何が必要だったか、どんなものを実際に提出したのかっていうのを詳しく話していきます。でここで皆さんにちょっと知っておいてほしいのは、それは全部私たちの経験であって、人それぞれ状況も違うので参考にするだけにして、実際は絶対にこの政府のページとかを見ながらパートナーと相談しながら、進めてください。まず1つ目に必要だった書類は I-130 と I-130A で、この書類なんですけど、基本的に自分の生年月日であったり住所、両親の名前、あとは職歴とかそういった情報を記入する形になっているので、そこまで難しくない、自分が知ってる内容を記入するっていう形なので、ただ気をつけること、私たちがいろいろネットとかで情報を調べていて気をつけた方がいいよっていうアドバイスがあったのは、当てはまらない項目を空白にするんじゃなくて、なんか当てはまらないですよっていうようなのを書いたことです。NA ちょっとここに書きますか、NON っていうのをなんか必ずそれを書くようにしました。私たちはそういう風にして記入漏れとかを防ぐためにもそれを意識しました。で提出前に2人で何度も見直しをしたっていうのが気をつけたことです。でこの記入において難しかったこと、比較的ね自分の知ってる情報なので、生年月日とかすぐ書けるじゃないですか。なんですけどちょっと難しかったっていうか、ちょっと面倒くさかったのが、その記入内容の過去5年間の住所と過去5年間の職歴、5年間って言ってる割には書くスペースがちょっと2つくらいしか枠がなかったんですよ、その私が申請した時は。で枠に入らない部分は最後に補足するページがあるからそこに書く必要があったし、あと職歴に関して私はその当時社会人2年生1年目とかだったんで一つだけ書くか、もしくは学生時代のアルバイトを含むかどうかでちょっと迷って、一応私はとても慎重派なのでそのアルバイトも含めて書きました。はい。でアルバイトとかいつ辞めていつ入ってとかそういうのがあやふやで、それを思い出すのに少し時間がかかったっていうのがあります。で住所は引っ越しがあんまり私はなかったのでそこはラッキーでした。引っ越しが多い人は5年間各5年間の住所を思い出して、どこだっけとかそういうのがちょっと時間がかかるかもしれません。でこの書類以外に必要だったものは、まず申請者アメリカ市民、私の旦那のパスポート PDF でオンラインでアップします、全部ね。で2つ目にアメリカ市民の出生証明書で、3つ目にメアリージレポート、結婚の証明として私たちは役所から婚姻届受理証明書というのを取って、はい、それを提出しました。でこれは日本語で書かれているものなので英語訳も提出しました。でこの婚姻届受理証明書っていうのは私の名前が旧姓で
私は結婚した時になんだっけ、名前を旦那の名前に変更したので、それが分かるようなのも一応Proof of Legal Name Change という形で戸籍謄本、名前変更したよっていうのが分かるようなものをも提出して、それの英語翻訳も提出しました。で最後に2人の関係を証明する書類、できるだけたくさん出した方がいいんですけど、私たちはその当時一緒に住んでなかったので2人の共同名義のものがなくって、それを出せないので、もうできるだけちょっと工夫しようと思って、まず手紙を友達にお願いしました。でその友達には私たちの関係性がどういうものかとか、遠距離してた時のこういうやり取りとかしてたよとか、いろいろそういうのも含めて英語ができる友達だったので、それを書いてもらいました。あとは証拠写真ですね。証拠写真なんですけど、ネットで見てると2人だけじゃなくって家族とか友達とかと写ってる写真も入れた方がいいっていうのがあったので、関係性がね嘘じゃないよっていうのを証明するものなので、できるだけねたくさんやった方がいいっていう形で、とりあえずワードに写真大きく2枚ぐらい貼って、その日付とこの時は例えばどこどこレストランでとか、もしくは遠距離の時だったら何月何日誰々と例えばお母さん、私旦那とか、そういう名前とかも入れて、それを結構2年分ぐらい例えば4月の2枚5月の2枚6月の2枚っていうのを、そういうのを結構やっていきましたけど、そこまでやらなくてもいいのかなっては思うんですけど、例えば大きな行事、結婚式の写真とか両家の顔合わせの写真とか旅行に行った写真とか、そういう記念の時の写真でも全然いいと思いますけど、私は日常の写真も遠距離してた分もっと信頼性をね高めるためにで私はやらなかったんですけど、証拠として2人のねメッセージ英語でのメッセージとかを出す人もいたみたいです。はい、そんな感じですね。この関係性を証明する写真はあればあるほどいいと思うので、もし疑われたらねもっと出してくださいって言われる人もいるみたいなので、そういう不備になるとプロセスが長引くので、出せるものは出せるだけ出すのをおすすめします。共同名義の銀行口座とか賃貸契約、水道光熱費とかがあるっていう人はそれを出した方がもっと強いかなとか思います。はい、これが一通りの提出した書類で、提出方法はオンラインでやりました。紙でも郵送できるのかな。多分 K1 ビザは紙でしかまだ受け付けられてないと思うんですけど、私たちの申請したビザはオンラインでできて、でこの提出方法オンラインでまずUSCIS のアカウントを作ります。これも本当に簡単で、アカウントを作ったらその後ずっともうそこにログインして用意できた書類をアップロードして、で全部もう準備できたらサブミット、提出みたいなボタンがあるので、それで提出します。1つ目のステップはこんな感じです。これでねステップ1 USCIS の段階が終わって、だいたい半年から1年半ぐらい審査にかかりますので、この審査してる間に次のステージ NBC のステージのものを準備することをお勧めします。ではステップ2ナショナルビザセンター NVC の段階の流れを確認していきましょう。でまずね、この最初の段階ステップ1が審査で OK です、大丈夫です、次に進んでくださいって言うと、まず支払いをします。で支払いが完了すると、次このステップ2の書類提出ができるページに進むことができます。で必要書類、私側と旦那側でそれぞれあるんですけど、まず私側の必要書類を説明していきます。で私側の書類は大きく2つありまして、
DS260 という書類とシビルドキュメンツって書いてるんですけど、それが何かっていうのをちょっと詳しく説明していきます。 DS260 っていうのは本当にもう何ページもあってすっごい大変な書類なんですけど、これもね記入PDF にそのままできるので印刷して手で書くとかいうものではないんですけど、すごい大変でしたでも最初のねステップ1の段階で提出してから次のプロセスまで待つ時間がたくさんあったので、その間にねこの記入する内容の回答をワードとかにメモしてて、次の段階行って支払い完了してよし提出できるってなった時にはもう私の場合回答がほとんどあったのでそれをちょっと写す感じ。DS260 も基本的に自分の過去のこととか自分の情報を入力するっていう感じだったので、比較的用意してたら簡単です。ただページが変わるごとに一応セーブ保存した方がいいかな。何ページもあるので、もしその日で終わらなかったらとか念のためにとかそういうので逐一保存をするっていうのをおすすめしますで、DS260 の回答を用意してたってどういうことかっていうと、 DS260 example 例みたいなので調べるとどんな画面なのかとかが本当細かく出てくるんですね。だからこんな感じなのかっていうのが多分わかると思います。なのでちょっとリンクも概要欄に貼っておくんですけど、見てみてください。それを用意してるのと用意してないのだとやっぱだいぶプロセスの時間とか変わってくると思います。私ももうすぐできたので、ぜひ待ってる間長いので用意をおすすめします。で、シビルドキュメンツなんですけど、人によって何を提出しないといけないかっていうのが異なりますので、公式サイトをねしっかり読んで必要書類を準備する必要がありますが、私の場合は、出生証明書バースサーティフィケイトってあって、出生証明書は私は戸籍謄本を使用しました。これはUSCIS の時にも戸籍謄本を使ったので、これ英訳そのまま使えるなと思ってそれをやったんですけど、ただ前回出した時からだいぶね時間が経って6ヶ月以上経ってたのかな。だから一応念のため役所に行って私新しいものをもらって日付だけちょっとアップデートして英訳を提出しました。なので出生証明書とその訳、出生証明書は私は戸籍謄本とその訳ってことですね。でここでちょっと大切なのが提出方法に2つを1つにしてくださいっていうのがあったので、出生証明書っていうのを別々で出すんじゃなくて2つを1つにまとめるっていう必要があったので、これはちょっと難しいなと思って私はコンビニでやりました。もうそれぞれを1つにするみたいな。それで1つの PDF にしたのを出しました。これバラバラで出したら多分不備とかになると思いますので、しっかりやることをお勧めします。で次に結婚証明書が必要だったんですけど、婚姻届受理証明書を提出しました。これもUSCIS 最初のステップの段階で英語訳にしてたのでそれあるなと思って、ただこれも時間が経ってたので婚姻届受理証明書また役場から取って取った日付が変わったので英語訳も日付をアップデートして出しました。でこれはもうコンビニでね同様に1枚に英語と日本語1枚の PDF にしました。で次に必要だったのがパスポートの顔写真が載ってるページ、自分の生年月日、氏名とか出生時とかが載ってますね。それをPDF にして提出しました。で次に必要だったのが警察証明書、日本からのですね。で日本の警察証明書って封筒を開けて取り出してしまうとその時点で無効になるんですね。だから、実際に大使館の面接次のステップの時に持っていって審査する人が開けるんですね。なのでここの段階では、
その旨、なんだろう、日本の警察証明は閉じられた封筒の中に入っており、封を開けると無効になるのでインタビューに持っていきますっていうのを書いて、日付とサイン一応やって、それを PDF にして提出しました。でちなみに警察証明を取るにあたって必要だった書類について話したいんですけど、これも住んでいる地域の警察署によって何持ってきてくださいねっていう必要書類が異なるので、行く前にね電話で問い合わせとかして申請に行くのをおすすめします。で私が必要だった、私沖縄県なんですけど、必要だったのはケースナンバーの書かれたメール、あとはポリスサティフィケイトっていう警察証明必要だよっていう書かれてるページで、 DS260 コンファメーションページ、これは DS260 私が入力する必要があるよって言ったんですけど、それが OK ってなったページっていうのがあるんですね。でパスポート、身分証明書が必要でした。で、ポリスサティフィケイトが必要って書かれてるページは、公式のウェブサイトで何が必要とかある、そこを印刷して持っていきました。これ全部印刷できるものは印刷して持っていく形になります。ここまでが日本人配偶者、私の提出書類だったんですけど、次にアメリカ人夫側のね提出書類について話していきたいと思います。私の夫は4つ提出書類がありました。1つ目にフォーム I864、次にタックスリターン、次に雇用証明、次に W2 という書類です。1つずつねちょっと紹介していきたいと思います。でまず1つ目の I864 は書類ねダウンロードして、これも必要事項を記入していくやつ、自分の名前、生年月日とかなので、ちょっとインストラクションもあるので、それを見ながら入力する感じです。で2つ目のタックスリターンに関してなんですけど、過去3年分を提出する必要があります。で本当は IRS というところが発行しているタックストランスクリプトっていうのをこの審査機関 NVC は推奨してるんですよね。なのでそれを提出してほしかったんですけど、旦那曰くタックスリターンで大丈夫ということで、タックスリターンもね一応それでもできますよって書いてたので、それを提出しました。はい。で3つ目で、これは現在働いている職場からの給与証明とかオファーレター等を提出しました。で4つ目、これはなんだっけ、 W2 っていうのは日本でいう源泉徴収票みたいな感じで、会社勤めの方は W2 を会社から毎年もらえるので、それを提出で、自営業の方は1099っていう書類があって、それを提出するようです。旦那側はこんな感じです。で大変だったのは、PDF を一つにする作業とか、ちょっと小さくする作業とかがちょっと難しかった、大変だったのと、あとはなんかサインオンライン上でさパソコンで入力できるんですよね、この自分の基本的な情報とかなんだけど、サインは手書きでしないといけないっていうのがあったりして、そこがねちょっと旦那は見落としてて、最初手書きでやってなくて不備で帰ってきたりちょっとそこで時間が延びたとかがありましたね。なのでサインは手書きとか、ちゃんとそういうところを見落とさないようにするのをおすすめします。はい、ちょっと長かったんですけど、ここまでがねビザのプロセスで必要なものとか、何を提出したのかっていうものになります。この後はインタビューするっていう形になるんですけど、これが OK だったらインタビューで、インタビューに必要なものとかはまた別で動画にしてるので、そちらを参考にしていただければと思います。で今日はビザ申請でね、実際に私たちがどんな書類を提出したのかっていうのを話しました。もしかしたら話し忘れたこととか漏れがあるかもしれませんので、あと状況もねそれぞれ違いますので、
なんか状況によってはこれがもっと必要、別の書類が必要とかあるので、あくまでもこれは私たちの経験っていう形で共有しているだけなので、最終的な判断っていうのはしっかりと政府のウェブサイトを見て行ってください。ただこの書類どうしたらいいですかとか、ここどうしたらいいかな、そういう質問があればお気軽にコメントとか、あとはインスタグラムもやってるので DM とかでもいいのでメッセージしてくれたら、分かる範囲であれば回答していけますので、ぜひコメントしてください。ちょっとビザプロセス大変だと思うんですけど、応援しています。頑張ってください。少しでも皆さんのためになる情報を話できていたら嬉しいです。じゃあ皆さん、また